ました。今回もセトをやっていきます。対面はバリベアです。バリベアはミックスダメージなのでドランヘルムが強いんじゃないかなと思って採用してみました。1レベは圧倒的にセトが強いので前に出ていきます。ここ相手シールドあるので A 入れなくていいですね。ちなみにボリビアの A のシールドは3秒間みたいです。挑戦者の列が短いな。仲良くな。俺が誰だか分かってないようだな。イグゾーストが思ってたより厄介ですね。でもタワー下で使われないでよかったです。プッシュしてダイブしていきます。おい、俺の拳にくっついてるこのハーブどうするんだ。ファイトマネーはいただくぜ。敵のダブルキル。レベル差、アイテム差があるから余裕で勝てるかなって思ったんですけど結構ギリギリでした。パッシブとリーサルテンポに溜まったバリベア強いですね。そこから引きずり下ろそうとする間抜けが必ず出てくる。暴力は良くないっていうやつもいるが、闘技場はいつも満員だ。客は骨の音に金を払う。受けられないボリビアの E に対して W を合わせたいですね。やろうってのか。人間にしちゃ毛が多いし、バスタイヤにしては毛が。ボリビアの E にウルト合わせたんですけど最初にこっちが E を外しちゃってるので届かなかったですね。あとイグナイトが毎回ちょっと雑ですね。今回マーキュリーにしたんですけどいつも通りスイフトネスブーツでも良かったかもしれないです。サンドバッグもちょうどいい。いるだけだぞ。W がちょっと早かったですね。スタンされてからでも E に W 合わせるの全然間に合いそうですね。あと2発目の W はフリーでもらわないようにしてください。うまく QE どっちも無効化できましたね。やっぱりウルトカウンターで使えると強いですね。やる気みたいだな。死ぬほど地味で退屈なところだったな。ないんですけど3レベ差なので殴っていきます。
ぱり W 使うのがちょっと早いですね。ここサイド入るなら相手のリーサルテンポが完全になくなってから行けばよかったですね。もったいないを使っちゃいました。イグナイトもちょっと早かったです。今のが全部もっと丁寧にできてたら勝ててたのかな。どんなに有利な状況でも一つ一つ丁寧にプレーするのが大事ですね。相手のことを本当に理解したい戦ってみたらそいつの息の根を止めるまで。お互い結構たくさんミスがありましたね。敵を倒しました。誰かの顔に拳がめり込んでからが本番。ほっ、俺のリングに降参って選択肢が敵のアンストッパブル。敵を倒しました。 KO じゃなくて KT ノックデッ味方がタワーを破壊しました。ド激しくウルトもイグナイトもないのに何も考えずに突っ込んじゃってますね。せめて W 使ったら下がってください。敵のレジェンダリー。外でボリビアと対面するの初めてだったんですけど、たくさんの学びを得ました味方ね。のタワーが次はフィオラです。相手がイグナイトじゃないのでドランボーにしてみました。必要だろうな。俺のショーにようこそ。生き残ればまた次の試合にも呼んでやる。殴り合いに来てくれましたね。受けてみな。相手のラッシュに合わせようと思ってたら中出ちゃいました。あのヒート相手が欲張ってミスしてくれましたね。か仲良くな。相手はもう TP もフラッシュもない1レベちゃんなのでダイブして倒してあげましょう。相手ジャングルをケアするならここでミニオン叩いて3レベ目指してもよかったですね。倒されました。力尽きました。わざわざ負けに来たのはどういったやっぱり瀬戸のいいをフィオラが見てからパリするのはかなり難しいと思うので、瀬戸が有利なマッチアップなのかなって思います。全力で殴ってここれ多分自分の癖なんですけど、相手タワー前だと有利でもかなり引き気味になっちゃってますね。もう少し前に出てプレッシャー与えていいですね。瀬戸だとEがスタンにつながらないですから。生きるか死ぬかだ。うまいこ
と受けられちゃいました。もう相手 W ないから急に E を見てから合わせればよかったですね。俺は世間の需要に応えているだけだ。仲良くな。さあ行こキングスプリー。ちょっと生きって追いかけちゃいました。視界が取れてれば救急で倒せたんですけど、コントロールワード置かれた瞬間に帰ればまだよかったですね。フリーズしてくれてます。う。ありがとう。間抜けが必ず出てくる。足を引っ張られて相当な靴が汚れちまうんだ。でこいよ。フィオラの W まだクールタイムですね。ブルーフラッシュしてよかったかな。ギリギリ届きそうでしたね。ちょっと雑に入っちゃいました。敵を倒しました。あと数秒我慢できればウルト上がってましたね。敵を倒しました。ここタワープレートもらえると思ったんですけど、ギリギリで範囲外に出ちゃったかな。俺のリングに降参って選択肢はないぞ。なんかすごいとこクリックしちゃってますね。ここ明らかにウキウキしちゃってますね。ビビってフラッシュアウトしちゃったんですけど、普通に W だけで全然良かったですね。分かったが、儲けていたのは別の誰かだった。だが今はその逆だ。こもうちょっと雑でした。もうちょっと駆け引きした方がいいですね。のよヘッドクラッシュ。フィオラの W がまだないのでオールインします。絶対倒すっていう気持ちが出すぎてウルトもイグナイトも使っちゃいました。味方が普通タワーをに最後破壊しました。救急で倒せてますね。全員俺が相手しないとならねえのか。味方が倒されました。敵を倒しました。激しい試合になりそうだな。敵のキリドラゴンングスタイミンプリー。グだから寄ったんですけど、敵のダブルキル。こうミッドに無理やりヘラルド出すよりさっきすぐにトップに戻ってプッシュすればよかったなって思いました。ウルトないので反転もできないですね。味方が倒されました。作戦はある。地面に叩きつけられるまではな。仲良くな。敵のゴッドライハルブレイカー買ってるおかげでミニオンがめちゃくちゃ硬くて
多分お互いびっくりしてます。 KO じゃなくて KD。 アンベサいないんですけどミッドも押せてて人数有利なのでレッドバフで釣ってます。敵を倒しました。ジャックポット。敗北から学べなんて言うが、敵を倒しました。キリングスプリー。今回相手したチャンピオンはどちらもスキルがシンプルで、どのスキルにどのスキルを合わせるかみたいなのが分かりやすくて、振り返ってみると難しくなさそうでした。オリビア対面してて思ったのは、瀬戸のウルトがもうちょっと低クールタイムで使えたら楽なのになって思いました。初手実験的ヘコスプレートも強そうかも。あとハルブレイカーのパワーも感じましたね。あと相手チャンピオンを攻撃するときしか効果を感じれてなかったんですけど、振り返ってみると目に見えてミニオンが硬くて中盤以降でもダイブしやすいし、グループした時でも味方がタワー指示しやすくなっていいですね。今回の動画はここまでとなります。今後は動画時間を20分くらいに抑えようかなと思ってます。短い方が気軽に見やすいかなって思って。では最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。またねー。